慈悲の不在のリセットプレイやってくよ。よろしくお願いします。前回までのあらすじ。敵が強すぎて8マスしか進めなかった。今回も懲りずにアタックを続けるで。まずは救助隊の育成。現在救助隊のレベルは6。救助隊はレベル13での運用を想定してるから早くそこまで上がってほしい。本体でもまだ12なのに。ほな本編。ここからスタートして。何回やってもこの部屋で限界が来るんやったな。早速君たちか。これは今回も出直しか？あ、でも操作レスがいないからいけるかも。先生も取れてたし、ノーダメ突破。拾った武器はブレードカシナートか。ブレードカシナート？こんなのこの階層で出るんだ。ざっくり言うと、ブレードカシナートはウィザードリー伝統の強武器。いろんなエピソードはあるけど、この動画では省略します。アイテム運によっては最終装備になり得るレベルの武器って思っといてくれれば十分。同じ話を最近もしたような。別のことのハバーズの記憶かな。次元が違うと、性能も微妙に違うんだね。このブレードカシナートは侍は装備できひんのか。どうしてこの固有名詞だけは原作と同じなのに使っていいんだろ。あんまり主張しすぎると調理器具メーカーに怒られるんちゃう？というわけでファイターあかねちゃんに。そして損傷も警備、早速イベントマスに向かっちゃうわけよ。前回の苦労は何だったんだ？何？いやなんか、ちょっと違和感が。まあええか、一旦スルー。ついにやってきましたイベントマス。バトルはないと思うけど、一応ちょっとだけ回復しておく。こんだけ苦労して、ただのピットとかやめてや。ゴミが山積みになっている。山の上には、壊れた看板も転がっていた。ストップ。不法投棄は犯罪です。どうやら、井戸に捨てられたゴミがここに集められているようだ。これは、日本産ウィザードリーである外伝シリーズとかには、捨てたアイテムを拾い直せる救済措置がよくある。大抵が今みたいなゴミ箱って体のポイントだから、それかと思ったんだけど、一回スケート靴を捨てたことがあるのに、それを拾えんかったってことは、拾い直しポイントではないか。いずれ別のイベントが起こるんかな？あれだけ苦労したのに何もないとは。さて、となるとあとはボスゾーンっぽいとこ行くしかないんか？勝負になるかな？きついと思うで。まずたどり着けるんかって話や。あ、たどり着けなさそう。ほげー。この見た目で切りつけたってなんやねん。死闘でかまいたちを引き起こすとかそういうやつ。空気の巨人やもんな。さっきあの部屋抜けられたんは奇跡やったか。あ、操作間違えた。間違えついでに気になってたこと確認しとこ。この回のマップな。ここは落ちてる最中に通るんやけど、ここだけ空いてるんよ。ここアップサイレンしたらなんかあるんちゃう？ここがそのマス。ここから降りると、見るからに違うとこに来た。8階、地獄。よし帰るぞ。目の前の扉を開けるなんかもってのほか、方向転換もするな。いや、メニューも解除するな。エンカウント判定がある行動は絶対しちゃダメ。
運悪く何かに出会った時点で全滅する可能性すらある。こんな時こそエバキュエートの出番。メニュー画面を解かずに直接帰還。危なくはなかったけど緊張走ったな。いきなり8階はちょっと無理がある。そもそも戻るためのはしごとかもなかったし、エバキュエートなかったらどうなってたことか。じゃあやっぱりいつものここしか行くとこないか。一部屋目すら抜けれんかった。2パート連続でこれやり続けるのは嫌だよ。刀拾った。こいつらが落としたんだから、カシナート級のいいやつかも。初期装備ですって。そもそも今どんな武器使ってるんやっけ。いやまだその初期装備のままやったわ。嘘でしょ。ってことは、刀以外の侍用の装備、一度たりとも出たことないってことか。最強装備まで我慢とは言ったけど、それまで初期装備でいいとは言ってないぞ。待てよ、まだ宇宙怪獣がいたな。そういえばそうだった。見た感じは、スリップゾーンに行くためのショートカット部屋っぽかったし。だとしたら、冬将軍より強いってことはなさそう。しかもブレードカシナートを拾ってるからな。一方的に蹂躙されるってことはないやろ。もしかしたら、部屋の中に階段があって、もうちょっと楽なエリアに行けるかも。井戸の底、ここやな。扉の張り紙にはこう書かれていた。宇宙怪獣、多分、の部屋。危険、絶対に入るな。さあどんな見た目なのかな。見せてもらおうやないか。そうきたか。爬虫類じゃなかったか。いやでもこれは思ったよりやばいぞ。この見た目の敵って、だいたい HP と攻撃力がバカ高いんだよね。ひたすら回避力アップ戦法でいくか。ウレスは来ないものと判断して回避力優先。やっぱり100ダメ程度では倒れん。吐くじゃねえかブレス。そういえばタコは隅吐くわ。おとり狙いで助かった。勝ってー、宇宙怪獣勝ってー。攻撃力は控えめ。やっと倒せた。ブレスがこっちに飛んでたらどうなってたかわからん。アイテムとかは持ってなくて。階段もなし、本当にただのショートカットみたい。いよいよ5階のボスっぽいゾーンしかなくなった。こうなったら行ってみるしかないわな。いつものに跳ね返されました。出過ぎやろあいつら。出過ぎやろ。目の前が開け、広い空間が現れた。巨大な石の列柱が奥に見える。やっとたどり着いた。ボス戦だとしても、イベントマスがあるだろうから、まずはそれを避けながらマッピング。また違和感が。
やっぱりそうや、さっきの違和感気のせいちゃうぞ。というと、これ、1分後の未来から拝借したこの回のマップな、4次元ポケットみたいなこと言い出した。ずーっときつい言うてたんがこの辺。跳ね返されまくってた部屋がここだよね。今回最初の方で違和感覚えたんが、ここでのエンカウント。バルカントロールは4回で出る敵。そして、さっきの2つのエンカウントがここ。これも4から5回クラスの敵。これおそらく敵がクソ強いのはこのエリアだけで、こっち側は4、5回相当の敵しか出えへんのちゃうか？さっきのガスドラゴン戦でそれに気づいて改めて考えてみたら、実はこのフロアにはレビテイトさえ覚えれば無理やり侵入することができる。フレンズ付きサイル手に入れるより前に来れるっちゅうこっちゃな。もしかしてこっちが先だった？宇宙怪獣が思ってたより強かったのも説明がつく。となると、ボスがいたとしても冬将軍より弱い可能性がある？と言っても、例のヤバゾーン通らなここには来れんことも事実。まだ結論にはちょっと早いか。まあこの辺の敵が強くないのは確かやし、それだけでも精神的にだいぶちゃうで。帰還ポイントに飛ばされたから、今回はこの辺にしとこう。今回もほとんど進まなかったけど、ちょっと巧妙は見えた。次回は、まあ十中八九 U のヤシロのボスがおるやろ。そいつの強さで正義のヤシロとどっちが先だったかわかる。終わってからわかっても。ではまた次回。